あなたの会社や学校では最悪の事態への対策が徹底されていますか？遡ることおよそ19年前の2003年2月18日、韓国第3の都市テグが今回の舞台。この事件は街の中心部にある地下鉄の駅で起きました。ホームに到着した一本の列車。突然その車両から炎が上がり、瞬く間に列車全体へ燃え広がっていったんです。悲運なことに数分後には燃える列車の真横に対向列車が到着。激しい炎と黒煙は容赦なくその列車も巻き込んでいくんです。車内はもちろんパニック状態。乗客たちは1秒でも早く外に逃げるためドアに詰めかけました。しかしドアはなぜか固く閉じたまま。乗客は列車に閉じ込められたまま、その多くが焼死してしまうんです。一体なぜこんな非常事態にドアが開かなかったのか。その原因は列車の運転士が取った驚きの行動にあったんです。なんと運転士は多くの乗客を残し逃げていったんです。192名もの死者を出した韓国の地下鉄火災事件。なぜ運転手は乗客を見捨て逃げ出したのか。史上最悪の被害を招いたのは命を軽視した最悪の企業体質だったんです。おざっす。そうそうにゃんちゃんけちゃんです。水着が欲しいのやみやみこです。本日皆様にご紹介するのは韓国史上最悪の火災事件と言われるね、事件なんですけど、なんでここまで被害が広がったのかというね、そんなもう韓国地下鉄の会社の含めて呆れた対応とかもいろんな事情があるんです。いやーでもなんか最近でもさ、日本で電車内での事故とか多いじゃない？無視できない話じゃない？これも。一体ね、どうしたらね、こんな最悪な結末を迎えずに済んだのかっていうのは、皆様もね、一緒に考えながらこの動画見てください。早速ね、地下鉄内で一体何が起こったのか見ていきたいと思います。ずさんな防災対応。遡ることおよそ19年前の2003年2月18日、韓国テグが今回の舞台。ソウル、プサンに次ぐ第3の都市と呼ばれるこの街。中心部に位置する地下鉄チュンアンの駅では、この日も多くの乗客が行き交っていました。時刻は午前9時53分。地下3階にあるホームにはちょうど1本の列車が到着するところでした。ここまではいつも通りの風景。しかし、火事だー！この一言から穏やかな日常が一気に崩壊していくんです。地下鉄で火事なんか起こったら逃げ場ないじゃないのよ。そうなんですよ。煙がこもっちゃってね。怖いよ。怖いし、どうしようもないですよね。どう逃げればいいのよ。車両の一部から炎と煙が上がっていることに気づくと、運転手は早速消火器を使って消火を試みます。しかし残念ながら火の勢いは想像以上に強く、全く歯が立ちません。それもそのはず、実はこの列車はコスト削減のために全く防煙対策が施されていなかったんです。火は収まるどころか、車内の座席や壁などを伝ってどんどん燃え広がっていきます。想定外の状況にパニックになった運転士。するとこの運転手は驚きの行動に出るんです。なんと乗客の避難誘導もそこそこに一人逃げ出してしまったんです。最悪じゃない？せめてね、誰か応援を呼ぶとかはしてほしいもんですよね。通常地下鉄で何かトラブルが起きた時は、運転士によって全体を統括する総合指令室への報告が行われます。そこから総合指令室によって職員への指示や応援の要請が行われるようになっているんです。ところがこの運転手はそこに十分な報告すらせずに逃げてしまったんです。1分1秒を争う緊急事態。誰かが状況を総合指令室へ報告しなければ避難や救助が遅れてしまうんです。しかし実はその頃、総合指令室へはチュンアンの駅の火災がきちんと通報されていました。それを行ったのは駅にあった火災感知システム。システムは火災を感知し、総合指令室に警報を鳴らしていたんです。これによって情報が共有され、迅速な対応が期待できるはずでした。はずでしたってどういうこと？通報を受けたね、総合指令室の対応がね、またクソだったんですよ。クソって言っちゃった。総合指令室に鳴り響く警報。しかし職員たちはなんとシステムの通報を無視したんです。実はこの火災感知システムは過去に何度も誤作動を起こしていました。その回数は1年でなんと90回。もはや狼少年状態になってしまったこのシステムの通報を今更誰も本気にすることはなかったんです。この重大な見落としにより、火災発生から数分経っても地下鉄運営会社の職員の多くがこの悲惨な状況を知らずにいました。いくら誤作動が多いからって言ってもさ、警報を無視しちゃうっていう体制自体ありえないじゃない。そうなんですよね。もう本当にこの会社の防災リテラシーが低すぎてっていうところなんですけど、まず防災リテラシーとはというところで、本日のメトラキーワード、防災リテラシーについて。
防災リテラシーとは、防災に関する正しい知識を持ち、災害発生時に適切な行動をとる力のこと。形だけの防災意識ではなく、どんな状況でも何が起きても対応できる力が鍛えられていることを意味するんです。東日本大震災でも、この防災リテラシーが多くの命を救った例があります。それが岩手県の釜石市立釜石東中学校と宇野住まい小学校。生徒たちは震災前から毎週防災教育を受けており、そのおかげで震災の時も各自が適切な判断を行い、全員が押し寄せる津波から逃げることができたんです。釜石の奇跡とも呼ばれたこの出来事は、日々の地道な訓練の賜物と言えるでしょう。なんとなくね、そうやって義務教育とかのさ、防災習うから防災意識っていうのはあるつもりだけど、実際にその場になって行動できるかっていうのはちょっと不安になってくる。まあそうですね。知ってるのとやれるのっていうのは違うので、防災リテラシーがあったとしても行動に移せるかっていうね、ここが結構分かれ目なんです。この職員たちの防災リテラシーの欠如によって、この後状況はさらに悪化していくんです。判断ミスの連鎖。地下鉄のホームでは以前列車から大きな炎と黒煙が上がっていました。しかしそんな状況などつゆ知らず、このホームに近づいてくる一本の列車があったんです。それは出火元の列車の対向列車でした。通常であれば事態を把握した総合指令室がすぐさま指示を出し、列車を停止させる、もしくはホームを通過させて被害の拡大を防ぐ対応が取られるんです。しかし火災感知システムの通報をないがしろにしていた総合指令室は未だ火災について全貌を把握できずにいました。そんな中、対向列車は予定通り駅に到着。この駅はホームに挟まれて上りと下りの線路が2本並んだ構造になっているため、ちょうど列車は隣同士で止まる形になってしまうんです。真横なんてめちゃくちゃ危険じゃないのよ。すぐにね、燃え移っちゃいそうですよね。列車はホームに止まると自動的にドアが開く仕組みになっていました。そのためホームに充満していた煙は一気に対向列車の車内へ流れ込みます。ここでようやく異変に気づいた対向列車の運転士。彼は少しでも被害を食い止めるため開いたドアを再び閉め、列車を動かそうとしました。しかし残念ながら時すでに遅し、ホームは停電していたんです。列車を動かすこともままならず、焦る運転手はパニック状態になってしまいます。そりゃパニックになるわよ、こんなん。そうしてね、助けを求める先はあそこだったんです。運転手は決死の思いで総合指令室に指示を求めます。もうめちゃくちゃです。早く対応してください。しかし総合指令室は未だ状況を完全に把握できていませんでした。そしてこんなおかしな指示を出してしまうんです。そのまま待機するよう乗客を案内せよ。激しく燃える列車の真横に止まったままの対向列車、そのまま待機という指示が完全な判断ミスであることは誰の目にも明らかでした。しかし残念ながらここにいる職員の誰もが冷静な判断をすることができなくなっていたんです。そして運転手はまだ車内に残る多くの乗客にこうアナウンスします。しばらくしたら発車しますのでこのままお待ちください。運転手はその後何度も通電作業を行い、列車を発進させようと試みました。しかし電気はついたり消えたりを繰り返し、全くうまくいきません。そうしている間についに炎は待機していたこの列車を包んでいくんです。やっぱりこれ一番ダメなのは総合指令室でしょ。なんでいつまで経っても状況把握できてないの？実はね、カメラとか通信機器っていうのが詳細を把握する頃には焼け落ちちゃって、状況把握っていうのが総合指令室ではできてなかったんです。そして火は瞬く間に対向車両にね、燃え広がっていくんです。さらに最悪なことに、その後運転手が取った行動っていうのはあまりにもむごいものだったんです。逃げ場のない車両。電車がこのまま動かないことを悟った運転手は再び総合指令室の指示を仰いでいました。人が死んでいるのになぜ何も対応してくれない。その強い口調からは焦りとパニックがにじみ出ています。この頃ようやく総合指令室は現場の状況を把握。今すぐドアを開けて乗客を避難させろという指示が出されるんです。指示を受けた運転手はすぐさまドアを開放。しかしこの時すでに列車の配線は焼け切れており、6両ある車両のうち先頭の2両しかドアは開きませんでした。残りは乗客が手動で非常用ドアコックを操作しなくてはいけません。やだ、もうこれどうすんのよ。これじゃあね、もう避難はどんどん遅れますよね。地下鉄職員のね、対応っていうのがね、問われるところですよね。当時非常用ドアコックの存在は一般的にはほとんど認知されていない状態。実際その他の車両で手動でドアを開けられたのはたまたま地下鉄職員が乗っていた1両だけでした。まだ残り3両、つまり列車の半分はドアが閉まったままだったんです。しかしそんな状況を知らない総合指令室は運転士に次の指示を出します。列車のマスターキーを抜き、その場から退避するように。乗客の安全確保もままならない中、なんと総合指令室は運転士に避難を促してしまうんです。もちろんね、運転手さんの命大事だと思うんだけど、出ちゃって大丈夫なの？ダメですよね。総合指令室としてはドアがちゃんと開かれてて、避難体制も準備万端だと思っていた可能性もなきにしもあらずなんです。指示を受けた運転士は言われた通り列車からマスターキーを抜き、急いでその場から逃げ出します。そしてマスターキーを抜いたことでなんと
ドアが再び閉じてしまったんです。実はこのマスターキー、抜いてしまうと列車の全ての機能が停止します。列車の乗っ取りを防ぐという意味では、運転席を離れる時にマスターキーを抜くのは鉄則。しかしこの状況でその判断は誰が見ても確実に間違っていました。全てのドアを封じられ、乗客は完全に逃げ場を失ってしまったんです。窓も開かない作りになっているため、もはや自力で脱出することは不可能。運転手の判断は多くの人たちの命を奪う最悪の悲劇を招いたんです。最悪の事態じゃないの。乗客たちは車内でね、一体何を思っていたのか。このまま生きて帰れることはないだろう。熱と煙に包まれた車内で乗客の多くは自分の運命を悟っていた。彼らは携帯電話を取り出し、愛する人へ最後の連絡を取り始める。就活でたまたまこの地下鉄に乗り合わせた青年は母に電話をかけた。大変だ、地下鉄で火事だ。何してるの、早く逃げて。外に出られそうもない。死にたくない。まだ10代の高校生は仲良しの妹にメッセージを送った。もし私が明日いなかったらどうする？ちょっと気になって聞いてみただけ。愛する妻を思う男性はメッセージを通じて彼女の幸せを願った。私は先に天国に行きます。健康で元気にいてください。一方、彼女にメッセージで別れ話を切り出し始めた男性もいた。もう君には愛想が尽きたよ。もう別れよう。もちろんこの言葉は彼の本心ではない。彼は自分がいなくなっても彼女が悲しまないよう、わざと彼女に嫌われようとしていた。ほんの数分前までは、まさかこんなことになるなんて誰一人として想像していなかった無謀すぎる現実。車内には悲しみと絶望しかなかった。最終的にこの火災は死者192名、重軽傷者148名を出す大惨事となりました。結果的に出火元の列車よりドアが開かなくなってしまった対向列車での死者が多かったんです。いやもう本当にもっと対応できてたらさ、無駄にならない命はあったわよ、確実に。悔しいわよ、本当に。そうっすよね。そもそもね、なんでこんな火事が起こったのかっていうね、火の原因、そしてこの事件のその後について見ていきたいと思います。一人で死にたくない。地下鉄火災で負傷した被害者が次々と運び込まれる病院には警察の姿がありました。彼らの目的はここで治療を受けているキム・デハン。周囲の乗客の証言からこの男こそが列車に火を放った張本人だということが分かったんです。ガソリンをまき列車を火の海にしたキム。一体なぜこの男はこんな事件を起こしたのか。それは信じられないほど身勝手な理由でした。火をつけた理由、それは自殺の道連れ。いやもう意味がわからないわよ、これは。僕もね、全く理解はできないんですけれど、キムがね、自分が苦しんだ分、他人をね、見てこう幸せそうな人たち含めて、恨めしく思ったんじゃないかなっていうね、そう言われてるんです。キムは事件のおよそ2年前に脳卒中で倒れ、身体障害とうつ病を患っていました。このまま治療を受けていてももう良くなる見込みはない。どうして俺だけがこんな目に遭わなきゃならないんだ。いっそ他の奴らも大勢巻き込んで自殺してやる。そして死に場所に選んだのがあの地下鉄だったんです。結局怖くなってその場から逃げ出し自殺に失敗したキム。逮捕後の裁判ではその判決に大きな関心が寄せられました。そして裁判所が出したキムの判決、それはなんと無期懲役。ここまでの事件を起こしといて無期懲役、なんかモヤモヤするわよ。自分のね、犯した罪の大きさっていうのをね、本人が顧みてるかっていうと、ちょっと甚だ疑問なところはありますよね。キムには心神耗弱が認められ、彼は極刑を免れたんです。心神耗弱とは精神障害によって善悪の判断能力が著しく低くなっている状態のこと。裁判では責任能力が低いとみなされ、減刑の対象となるんです。キムはその後刑務所に収監されるんですが、わずか1年後に脳卒中の後遺症で死亡しました。しかし犯人逮捕だけで事件は解決しませんでした。放火犯の罪はもちろん重いものの、その被害を甚大なものにしたのは地下鉄職員の不手際によるところが大きいと世論から厳しい批判が出たんです。当初は口裏を合わせその不手際を隠蔽しようとした地下鉄会社でしたが、結果的には合計11名の職員が逮捕・起訴されることになりました。地下鉄会社のずさんな防災対応や形だけの基準管理が浮き彫りになったこの事件を受けて、その後の韓国の地下鉄は大きく変わりました。列車の防火対策は見直され、非常用ドアコックの周知も徹底。韓国の防災リテラシー向上の影響は海外にも及び、日本でもこの頃から避難訓練などに力が入れられるようになったといいます。事件や事故、災害はいつ起こるか分かりません。もしもの時に実際に行動できるかどうかは日頃の訓練や意識にかかっています。僕らも他人事と高をくくらず、それぞれが命を守る行動を身につけ、備えを怠らないようにしていきたいものです。